ヘッドライト補修。このヘッドライトひどい黄ばみなのだ。僕コンパウンドで磨いて透明にするのだ。磨いただけでは透明にならないわ。そうなの？ライトをつけるとレンズ表面に無数のひび割れが浮かび上がる。これは重傷ね。そうなの？だから今回は黄ばみを根こそぎ削り落としてからヘッドライト専用クリアーで塗装するの。僕早く動画を見たいのだ。ライトを点灯すると浮かび上がるひび割れ。剣までどこまで消せるのか試してみます。まずはヘッドライトと周辺部分を洗剤で洗います。水分をしっかり拭き取ります。左右ヘッドライト黄ばみの程度はほぼ同じです。ボンネット開けます。ヘッドライト磨き用コンパウンドで右側ヘッドライトレンズを磨きます。柔らかいマイクロファイバークロスにコンパウンドをつけてレンズ全体を磨きます。表面の黄ばみある程度は取れます。少し透明度は上がりましたがまだ曇っています。ライトをつけると浮かび上がる細かいひび割れは変化なし。ヘッドライト周辺にマスキングテープを貼ります。フロントバンパーがついていると研磨しにくいので外すことにしました。フロントバンパーが外れました。ヘッドライト専用スプレー塗料の使用方法には400番から磨き始め800番1500番まで順番に研磨すると記載されています。今回は黄ばみと細かいひび割れがひどいので120番から研磨を始めます。削りカスが白くなるまで研磨を続けます。ヘッドライト表面のコーティング層を削り落とすため少し強めに押し当てながら研磨しています。レンズ表面のコーティング層を削り落とす最初の研磨が一番時間がかかります。未使用のサンドペーパーに変えます。削りカスが黄色いうちは黄ばんだコーティング層がまだ残っています。ヘッドライトの縁部分は磨きにくいですがしっかり研磨します。湿らせたクロスでレンズ全体を拭きます。研磨が不十分な箇所が分かります。研磨が足りていない部分をもう一度磨きます。削りカスが白くなるまで120番で研磨を続けます。削りカスが白くなってきました。削りカスが白くなったので黄ばんだコーティング層を削り落とせました。こちらが使用した120番のサンドペーパーです。一番手間のかかるコーティング層削り落としが終わりました。次は120番で入ってしまった深い研磨傷を消していきます。320番の耐水ペーパーを使います。水をかけながらレンズ全体を研磨します。120番の時のように強く押し付けて研磨する必要はありません。軽く押し付けながらレンズ全体をまんべんなく研磨します。未使用の320番耐水ペーパーに変えます。引き続きレンズ全体を研磨します。320番の研磨が終わりました。使用した320番の耐水ペーパーは2分の1枚です。次は400番です。水をかけながらレンズ全体をまんべんなく研磨します。400番以降は4分の1枚の耐水ペーパーで十分です。
次は600番です。同じ手順で研磨します。次は800番です。研磨傷が細かくなり、レンズの透明度が上がってきました。次は1000番です。ペーパーの番手が上がるにつれて、レンズ表面が滑らかになっていきます。次は1200番で研磨します。1500番で最後の研磨です。透明度が上がってハロゲン球が見えるようになりました。ヘッドライト点灯。細かいひび割れは少し残っていますが、9割程度は消えています。こちらが右側ヘッドライト研磨に使用したサンドペーパーです。続いて左側ヘッドライトを研磨します。右側と同じ手順で研磨します。まずは120番で黄ばんだコーティング層を削り落とします。湿らせたクロスでレンズを拭いて研磨できていない部分を確認します。磨けていない部分をしっかり研磨します。削りカスが白くなるまで研磨を続けます。次は320番です。400番、600番、800番、1000番、1200番、最後の1500番。ヘッドライト点灯。左ヘッドライトも細かいひび割れが少し残っています。マスキングテープを剥がし、中性洗剤でヘッドライトと周辺を洗浄します。ヘッドライトを十分乾かします。ヘッドライトを車体につけたまま塗装する場合は、広範囲をマスキングします。今回はヘッドライトを外しますので、マスキングはしませんでした。左右のヘッドライトを外しました。ヘッドライトの縁部分に汚れが残っています。縁部分の汚れをブラシで落とします。ヘッドライトを十分乾かし、換気の良い風の吹かない場所で塗装します。塗装場所の気温は約25度、湿度は約 50% です。気温は15度から30度、湿度は 70% 以下が塗装に適しています。塗装用のマスクと手袋を着用します。ヘッドライト用二液型ウレタン塗料タフウレタンヘッドライト。塗装前の準備をします。缶の底についているネジキャップを外します。ネジキャップを逆さまにして缶にねじ込み、止まるまで回します。ネジキャップを外し、缶を30回程度よく振ります。さらに3分後、缶を30回程度振りました。その後6分後、9分後にも同じように缶を振りました。塗装前にもう一度缶をよく振ります。スプレーを試し拭きします。1回目はレンズ全体に薄く塗ります。1回目は薄く塗っているのでレンズ表面が曇った感じになりますが、問題ありません。10分乾燥後2回目塗ります。まずはレンズの縁部分を塗ってからレンズ全体を塗ります。右ヘッドライト2回目塗ります。縁部分は塗装が薄くなりやすいので最初にしっかり塗っています。
縁部分を塗り終わってからすぐにレンズ全体を塗ります。2回目は厚めに塗りました。透明度が一気に上がり、表面仕上げになりました。使用方法には3回塗りと記載されていますが、十分なツヤが出ているので2回塗りで終了します。続いて左側のヘッドライトを塗装します。1回目はレンズ全体に薄く塗ります。10分乾かしてから2回目塗ります。まずは縁部分をしっかり塗ってからレンズ全体を塗ります。このスプレーは一般的なラッカースプレーと比べると噴射が弱めですが垂れにくいので塗りやすいです。2回目は厚めに塗りました。左側のヘッドライトもツヤツヤの鏡面仕上げになりました。2回塗りで終了します。次は荷台の作業灯を研磨してクリアを塗装します。作業灯を外しました。作業灯の研磨にはサンドスポンジを使うことにしました。まずは400番のサンドスポンジで水をかけながら研磨します。黄色い削りカスが白くなるまで400番で研磨を続けます。削りカスが白くなりました。次は800番のサンドスポンジで研磨します。最後は1500番のサンドスポンジで研磨します。続いて中性洗剤で洗浄します。作業灯を十分に乾かしてから1回目薄く塗ります。10分乾燥させてから2回目厚めに塗りました。10分乾燥させてから3回目も厚めに塗りました。作業灯もツヤツヤに仕上がりました。塗装後1時間程度乾かしました。ヘッドライトを車に取り付けます。細かいひび割れが少し残っていますが、明るさへの影響はほとんどありません。僕、ひどい黄ばみのヘッドライトがこんなに綺麗になるとは思わなかったのだ。そうね、しっかり研磨してからヘッドライト専用のウレタン塗料を塗っているので新品みたいな仕上がりになったわね。耐久性は？目安は2年耐久だけど、保管状態や使用環境が良ければ5年以上持つこともあると思うわ。そうなの？分かったのだ。とても綺麗になったのだ。ご視聴ありがとうございました。